Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and 皆さんこんにちは。アロハー。ハワイ在住18年のみなみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は週末ということで、私がウーバードライバーになる日です。どんな風にいつもドライバーとして一日を過ごしているのか、またドライバーさんと待ち合わせする際に気をつけた方がいい場所やピックアップポイントなど、ウーバードライバーとしてのアドバイスもありますので、最後までぜひご覧ください。まず毎週土曜日、ウーバーの前にガソリンを満タンにします。ハワイはガソリン代がどんどん上がっているので、毎週ガソリンを入れるときドキドキします。ちなみに今週の平均は1ガロン5ドル37ドルくらい。円に換算すると1リットル185円くらいです。レンタカーもかなり値上がりしているようなので、ウーバーをうまく使いながらハワイ旅行を楽しんでくださいね。どんどん吸い込まれていきますよ。90ドルを突破しました。100ドルを突破しました。どこまで行くんでしょうか。あ、止まりましたね。これから空港近くのドライバーの待機場に向かいます。空港から6分ぐらい離れた場所にあり、ライドシェアのドライバーはリクエストが入るまでそこで待機します。待機場に到着しました。遠くに見える車は皆さんライドシェアのドライバーさんたちです。私は黒の SUV に乗っています。こちらはご自由にどうぞコーナー。メントスのガムやアルコールスプレー、ハンドサニタイザージェルなどを置いています。日本のうちわも海外のお客さんから喜ばれるんですよ。それではドライバーアプリをオンにしてみますね。地図を見るとところどころグレーがかっているのがわかります。ウーバーのリクエストが多いエリアです。ウーバーはお客様のリクエストが多いと値段が変動しますので、最初に調べたより高いなと思ったら5分ぐらい経ってやり直すと値段が下がっている場合がありますので、何度か値段を出してみるのもいいですよ。ウーバーから乗車エリアへ向かってくださいと来たので、空港ホームへ向かいます。リクエストが入りました。ロビー2番からだそうです。お客様の待ち時間を少しでも減らすために、あらかじめドライバーを空港に向かわせ、途中でリクエストが入るというシステムになっています。ロビー2番に到着しました。お客様は待っているでしょうか。あ、このカップルのようですよ。よくお客様が間違えるホテルはヒルトンという名前のホテル。ヒルトンハワイアンビレッジ、ヒルトンワイキキビーチ、ヒルトンガーデンイン。3つのヒルトンがあるので、リクエストをする際は間違えないようにしましょう。そういえば、アウトリガーリーフとアウトリガーワイキキを間違えたお客様もいました。似たような名前のホテルの場合は、私は必ず確認し直すのですが、基本ドライバーさんはそこまで気を回してくれません。間違ったホテルで降ろされないように、リクエストをする際はホテル名をダブルチェックしてくださいね。こちらは過去動画でもご紹介したヒルトンハワイアンビレッジのライドシェア乗り場です。
他のホテルはフロントロビーなんですが、ヒルトンだけはダイヤモンドヘッドタワーになります。ドライバー中に困るのはおトイレ事情なんです。トイレがすぐどこにでもあるわけではないので、トイレと休憩を兼ねてアラモアナのラ内でいつも立ち寄ります。ここにはおにぎり屋さん、パン屋さん、新しくできたサンドイッチ屋さんがあるので、ちょこっと食べるには嬉しいです。リクエストが入りました。ドン・キホーテから日本人のお客様のようです。お客様が優しそうだったらインタビューをお願いしてみようと思います。はい、日本人のお客様でした。ドン・キホーテからご乗車です。ウーバーどうですか？ハワイに来てウーバーの存在知って、最初どうやって使ったらいいかほど分かんなくて、でなんとなくちょっとやってみたら楽ですごい便利だなって。ですよね。一度使えばその便利さをめちゃめちゃ分かりますよね。もうどこ行くにもウーバー使ったりとかハワイ特にバス遅れること多いじゃないですか。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あんまり日本人の運転手さんに当たらないですか？初めて。ああ、ラッキーですね、今日は。私は本当に週末しかやらないので、ラッキー、良かったですね。友達と使いたい時とかに、自分の家と目的地の間に友達の家がある時とかに、こう寄って2箇所でね、する設定があるのがすごい便利だなって思って、この間それ説明したんですよ。2箇所そう設定できますよって、あと思ってたより安かったです。海外のタクシーって結構ぼったくられるとかすごい倍の値段取られるとかが多いって聞いてたんで、ウーバーだとなんか最初に値段が表示されてるじゃないですか。だからすごい安心ですよね。増えることもないし、今日も3回目のウーバーです。そうなの？今日アウラニに行ってきて、アウラニからのね、お客さんでウーバー呼んだらちゃんと来てくれますかっていうコメントがこの間あったんですけど、ちゃんと来てくれました。あ、よかった。アウラニから大丈夫だそうです。よかった。ちょっと待ちました？待ち時間とかも最初から表示されてるので、その間時間潰したりとか GPS がなんかついてて分かりますよね。運転手さんがあとどれぐらいでね来るとかね。なんでそのタイミングに合わせてそこに行ったりとかして、そうか。全然すごい便利だと思う。便利ですよね。ありがとうございました。コメントいただいてすごい嬉しいです。ね、たくさんの方が見てくれると思うので、これをね参考にして。それではありがとうございました。またね。はい、アロハ。ありがとうございます。はい、じゃあね、バイバイ。本当にいい子たちでしたね。インタビュー快く引き受けてくれてありがとうございました。ここからはピックアップ場所の紹介4連発。まず最初はアロハスタジアムのスワップミートです。スワップミートは毎週水曜日、土曜日、日曜日オープン。ウーバーのドロップオフ、ピックアップともにエントランス左側。車はこちらに到着します。アリゾナメモリアルのウーバーピックアップはこちら。正面左手バス停横のくぼみ部分です。ビジターセンター正面やパーキング内はウーバーピックアップ禁止です。アラモアナ山側にあるウォールマートはバス停の少し前あたり、長く止めれないのでスタンバイしていた方がいいです。最後はホールフーズクイーン店。こちらも特に止める場所はないので、いつもお店の前からリクエストが来ます。
長く止めれないのでお店の前でスタンバイしていましょう。今日の動画はいかがでしたか？Uber をリクエストしたとき、もし私がドライバーだったらぜひ声をかけてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして動画の感想などコメントいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! マッハロー！バイバイ！